なんか言われてんの？なんか言われてるそれ。ねやばくね。え？ねやばくね。俺が言われてる。はい、ということで朝ごはんのお店に来ました。ここは、ベルリンでも行った同じお店なんですけど、チェーン店でフランクフルトにあったので、私が好きだったシナモンロールをもう一回頼みました。巨大。でかいね。マジでかいよこれ。何センチぐらい？ 7×7。私は恒例のプレッツェですね。こういうカフェでさ、男の人が働いてる率高くない？うん。この店員はイケメンですね。イケメンっす。だいぶ。なんか入ってきた時笑って話してた。いただきます。やっぱり美味しい。一緒？アップルにしたの？なんで？なんか甘すぎたら嫌だな。この間のアップルめっちゃ甘かったじゃん。まあまあ。冒険できなかった。柔らかいんだよね、すごい。味が。俺は普通ですね。普通っていうかうまいんだけど多分時間経って1日経って目は少し良くなりました。まだダメだけど。ケンちゃんは咳が止まらないね。必ず寝てると1回起きて、10分ぐらい咳して。死にそうなぐらい咳き込んでる。でも静かな時は静かな時。寝てる時してない？そんなしてない。死にそうに咳き込んでる時ぐらい。1回始まると止まんないじゃん。今日が最終日で、最終日は雨です。初めてだね。初めてだ。こんなにしっかりそうだね。降りそうな。まだパラパラなんだけど、傘ないと濡れちゃうかなって感じではある。一応ゴアテックス持ってるけど。そうだね。ちょっと強くなった。多分2時、3時ぐらいからまた強くなりそうだから、空港行く時が心配なんだけど、まあ駅までは5分だからね、歩いてささっと行ければいいんだけど、荷物が増えちゃったからさ、ちょっと大変だね。12時間。大丈夫？でも息あっという間だった。すごいビビってたけど。調子よかった。レッツ食べる？風味がすごいじゃん、ここ。香り強めだね。みんな誰も手つけないんだけど。誰か試食取るかなって待ってるんだけど。誰か取ってくれたら私も取る。ふわふわ。ふわふわだよ。ちょっと試食。だね。じゃあ行くぞ。試食ババアを発動させてブルーベリーシフォンケーキなのかな、なんだろう、シナモンロール、取ってきました。食べてみます。何？なんだろうって感じ。ブルーベリーじゃね？じゃない。なんだこれ？癖あるね。癖ある。食べれるけど。はい。パン屋終わってスーパーにペットボトルの返却に来ましたと。ファンドって言われるリサイクルシステムなんだけど、瓶とか缶とかペットボトルを返却するとデポジットが返ってくるっていうシステムなんだって。ドイツ全国でやってるらしい。1個につき 0.25 ユーロだっけ？確か空のものを入れてくださいってことでやってみていい？やってみよう。おお。出てきた。はい。これがお金になるんだってレジで。もう一回いきます。なんだって？
すごいちゃんと反応してるんだね。Can I use this? And pay by card? You want to? Yeah. それまたはい、ってことでペットボトル3本プファンドに入れて1つあたり 0.25 入ってくるので、0.75返ってきて、そのレシートを今パンとお水買う時に見せて値引きしてもらった感じになります。はい。なので、0.75引かれてますちゃんと。はい。でまた水買ったのでまたパンで。はい。炭酸水買いました。だからヨーロッパのさホームレスたち瓶とかペットボトル集めてるね。だいぶ。理解。はい。では植物園に向かって歩きましょう。はい。 20分ちょっとかな。はい。カルメン・ガルテン植物園に着きました。はい。大雨。大雨。やばい。 19日間いて初めての雨だね。確かに。パラパラっと降ったりはしてたけどね、こんなしっかり傘ささなきゃいけないぐらい降るのは初めてです。まあラッキーっていうことではい。室内がいっぱいあるからね、室内に入りたいと思います。はい。1人大人9ユーロでした。はい。カードで払います。はい。では行きましょう。はい。すごい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 。カット。カットしない。カット。カットかモザイク。カットしません。使います。ダメだよ。NG。使います。NG なしっ地す。図あるけど英語じゃないからわかんない。とりあえずあそこに見える室内っぽいとこ行こう。はい、行きましょう。ちょっと弱くなった。そうだね。ちょっと弱くなっちゃさっきすごかったわな。う。バケツひっくり返した急な雨だ。俺がストップって言わなかったら突き進んでたからな。マジで。ちょっと休憩しようって言ってたけど、ちょっと嫌な顔されたからな。なんか出てた？ね、めちゃくちゃ。いや、いい、変わんねえよみたいな。出てたんだ。出てましたよ。すげえ降ってんのにさ、ずん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 行こうとするからさ、ちょっと休めばさ、少しだけ弱くなったりするのに、大雨でもなんかめちゃくちゃ突き進んでいくからさ、いやいや、ちょっとこれ無理だから、屋根あるとこ一回待機しようって言ったら、ちょっと嫌な顔されました。でもそこでさ、いいよ行こうよとか言わないのが私だから。そうって思いながら、いやでも行けると思うけどなっていう。いやでもで顔にいや出ちゃう。それぐらいのテンションだったらいいけど、はみたいな感じだったからちょっとみたいな。はい、室内入ります。はい、中入ってきて、函館とちょっとやっぱ似てるね。函館の植物園とサボテンとジャングルですね。いいね、絶妙な暖かさ。暑くもなく、寒くもなく。やば。根っこ。ルートがよくわかんねえな。バナナの横何？プルーン。デカプルーン。マンゴーじゃない、やっぱこれ。マンゴすごい湿度だ。ー？ムシムシだね。
函館の10倍ぐらいあるかな。え、違う。手入れてみてかな。やだよ。ちょっとだけ。やだよ。またちょっとなんか涼しいかも。ちょっとネギっぽい匂いする。滝やぶっすね。うわ、何これ、キモくない？結構気持ち悪いよね。静脈しっかり系の葉っぱだ。これも結構キモい系の葉っぱっすね。これがアラビカコーヒーできるの？これかこっちですね。こっちじゃない。でもこっち黄色いよ。なんか黄色と赤。花ゾーン。5月29から6月の9日までバラって書いてあったよ。あれ、これ1個だけ明るくない？気のせい？オレンジ。ね、若いんじゃない？これも明るい。このローズちゃんは下向きだね。はい、ということで植物園からフランクフルト中央駅に来ました。はい。雨が止んでたので歩いて30分ぐらいかな、はいかけてきて、途中でスーパーがあってレーベン、さっき瓶のリサイクルができなかったんだけど、そこは瓶の機械があったのでできました。で 0.08 ユーロゲットしました。はい。ペットボトルより安かったね。そうだね。なんでだろう。でお土産に追加ビールも買っちゃいました。はい。じゃあ私たちの好きなポテトを食べてこの旅を収めますか。これ食べて荷物ゲットして、空港のラウンジで食べまくる。はい。カレー食べたい。じゃあポテトを買いましょう。はい、ラスト飯。締めくくりはポテト。さあ食べますよ。ラストポテト。美味しい。美味しい？今回もプレーンとガーリックで、今回は両方とも XL サイズにしました。 5.2 ユーロと 5.8 ユーロで合計11ユーロでした。いただきます。やっぱり美味しいね。絶対ここで食べた方がいいポテト。外カリカリ。すごいいろんな種類があって15種類ぐらいあった。基本はなんか上に乗っかってるよね。でも乗ってるとやっぱりカリカリがなくなっちゃうんだよね。だから私たちはこの素な感じを楽しめるやつを選ぶ。口草大丈夫な人はガーリック食べてほしい。めっちゃ美味しい。なんかポテトの味が美味しいよね。そうだね。滑らか。これにケチャップとかソースを足したりすることもできて、それぞれ 0. 何ユーロかなんだけど、そう、ソース、ケチャップも有料。ソースの種類もめっちゃ豊富。でも塩がうまくない？塩とガーリック。素材の味を楽しめる。そうだよね。フランクフル中央駅結構広そうだね。治安悪いでしょ。ホルン君が言ってた。ベルリンのオケであった。ホルン元気かな。カップラーメンとカロリーメイトで過ごしてるってね。ウィーンに行くって言ってたね。
オーケストラ見に。フランクフルトでも見に行ったって言ってたけど、そこはすごいローカルだったってね。そうなんか白人のおじいちゃんばあちゃんしかいなくて、アジア人の若造で目立ってたみたいな。でもやっぱりこの中央駅の近くに来た瞬間に雰囲気がガラッと変わるね。いろんな人がいる。あんなになんかさ、もう作られてる感じなのに美味しいね。美味しい。昨日食べたのより美味しいね。全然美味しい。昨日食べたのは1回でいいやって感じ。ベルギーに行ったらすごい違いがありそうだね。そうだね。行くか、ポテトの旅。どのポテトが一番人気なんだろうね、味。でも売り切れなかった。あった。でも左上にあるやつじゃないの、チリチーズみたいな、カーリーブルストもあるの、ソーセージも売ってるんだよね、ここ。チキンもある。ソーセージもう食べなくて平気。昨日の一番だったら食べたい。あれ美味しかったね。美味しかった。お腹パンパン。XL でちょうどいい。そうだね。じゃあ帰ろう。帰ろホテルに荷物を取りに帰って空港に行きます。う。はい。人が多いね、やっぱ。中央駅なだけあって。あといろんな人がいますね。気をつけあれ。気をつけてください。あんまりゆっくりしてると足早に歩いた方がいいですね。狙い定められて。ゴミ箱覗いてる人多いですね。みんなゴミ箱覗いてます。私もやっちゃいそうだもん。え？暇だったら。いやいや。ペットボトル集めいえ。集めたくなっちゃうの。シングルトリップエアポート。それではSQ 乗って、空港に向かいます。空港までは7駅18分。はい、ということでターミナル駅で降りました。今ターミナル2 JAL のターミナルに向かって歩いております。時間的にはまだチェックインできない。できない。3時間35分前にオープンするということなのでまだなんですけれども、ちょっと我々荷物がね増えましたので、両方23キロ以内にしなきゃいけないから、ちょっとまず重さを測って調整したいと思います。2つで46超えることはないと思うんだけどね。はい、では空港に着きまして、今ターミナル D と E の近くにいるんですけど、 D と E の近くにチェックインする前に行ける免税の申告場所があるらしくて、はい。ゾール ZOLL っていうらしいんだけど、そこで私たちは免税対象のレシート3枚持ってるので、チェックインして荷物売買する前にそこに行って、返金手続きをしたいと思います。はい。うまくできるかな。久しぶりになんか免税買った気がする。書くことは何が書くの？大体どれも一緒で、名前、住所、パスポート番号で、物によってはクレジットカードを使ったものを書くとかもある。番号も書くってこと？クレカ番号危険だでね。クレカに返ってくる。なるほど。でも多分物によってはクレカに返ってくるのか現金で返ってくるのかちょっと分かんないから、そこで聞いてみたいと思います。はい。じゃあ行きます。目がいいね。だいぶかゆい。治ってる証拠だ。かゆいのはすっごい書きたい。ダメダメ。はい。じゃあ行きましょう。いきます。
wäre so geil gewesen, wenn du mich jetzt noch drauf redest. Das wäre geil. Also geil, wenn du jetzt weggefahren wärst. Diese Skyline bringt Sie zu Terminal 2. あの人自分だけ生き残ろうとしたの。 Bitte beachten, an der nächsten Station ein Ausstieg mehr. あれ Die nächste Ausstiegsmöglichkeit ist Terminal 2, Bereiche D und E. 2駅かな。2駅乗って D と E、ターミナル2の D と E に来ました。ゾールを探しましょう。ゾール D と E があっちだからあっちの方かな。もう片目見えないからさ、視力が 0.2 ぐらいしかない。私たちカートをゲットしました。ただーん、2ユーロ。カート2ユーロです。ふざけてます。あの辺かな。書いてない？え？視力4のケンちゃん。なんてゾール。インフォメーションの方に聞いたところ、ドアナンバー2って言われたので、あれかな。向かいます。広い空港だね。果てしないよ。果てしない。なんかさ、ずっとうんちくさくない？何この空港。さっき電車乗るときがピークで臭かったけど。シャトルトレイン臭いって何事？ナンバー2チェックイン。ナンバー2って言ってたけど、これファストバックドロップだから違うね。あの奥かな。でももっと大々的にあるはずなんだよな。みんながもりもり集まってる。そう、多分そう。なんかさ、こっちの人って聞いてもあんまり丁寧に教えてくれないからさ、困っちゃうよね。すごいトルクメニスタンだね。どこ？トルクメニスタン。どこそれ？トルクメニスタン。ありました。ここですね。行きたいと思います。はい。So tax free？はい、ということで、今あそこのゾールの係員の方にタックスフリーの申請したいって言ったら、チェックインはもうしたのって言われて、いやしてないよって言ったら、チェックイン先にしてきてって言われたのね。でも私たちの便が8時10分発で3時間35分前にしかチェックインができないって JAL のホームページに書いてあったから、まだチェックインができないから来たんだけど、じゃあチェックインしてからもう一回ここに申請しに来て、でまた荷物を預けに行かなきゃいけないのって言ったら、いやチェックインしてきたら荷物はそこで預けれるって言われて、ちょっと不安って思ったんだけど、めんどくさ。しかもめっちゃドイツの係員の人チェックしてたね。物めっちゃチェックしてる。今まで私チェックされたことないんだけど。816 JAL のカウンター。話して通り過ぎちゃった。なんでだろう。トイレから上がってくるのかな、この人。ぶっちゃい。あそこでチェック、レシート全部出して、今度ここで荷物すぐ渡します。あそこはチェックだけですね。これ荷物受け渡し。はい。はい、ということで一旦作業が全て終わったので説明したいと思うんですけど、まず816っていうところの JAL のカウンターでチェックインをしました。でチェックインはすごいスムーズで、日本語少し喋ってくれたね。で、チェックイン無事にできて、それが終わった後に荷物をチェックインの時に体重測るじゃん、重さ測るじゃん。で重さ OK でした。そしたらその後にさっきの最初に言ったゾールカウンター、 ZOLL カウンターに行って、タグをつけてからね、荷物に。そうでそしたらその ZOLL カウンターの人がピッてタグをチェックしてくれるから、でそれで OK だったら審査官みたいなところに並びます。ちょっと威圧的なレシートを渡すと。そう全部記入したやつ。そう、記入したレシートを渡して、一個一個見てて、
でも私たちは特に中見せてとかは言われなかったのでレシートだけ見せて、私ビル券、この靴のレシートだけ2枚あったんだけど1枚いらないと思って同じだったから自分で持ってた。そしたら1枚足りないよレシートって言われて、ああ私持ってるって見せたら大丈夫。危なかったね。でもなんか多分私たちの前にいた団体にイラついてただけで私には優しかった。あ、ボストン買ったんだ、いいねって言ってた。なるほそれでそれが終わったら、流れに沿って少し歩くと荷物を預けるところがあって、そう、左の赤いところで審査員にレシートを渡す、進んだ先で荷物を青い T シャツの人預けるって感じですかね。そう、はいで青い人たちに荷物を預けるときは特に何も見せずに大丈夫でした。はい。そんな感じで完了したので桜ラウンジ堪能したいと思います。はい。じゃあ、シャワー浴びたいから早く入りたいんだよね。そうだね。行こう。行こっか。これをね多分あと最後どっかに出さなきゃいけないからそれだけ忘れないようにしよう。はい。